おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はこちら。いいですよ。今日ちょっといい感じのができました。こちらの作品となっております。ですね、これはですね、さあどれぐらいの時間で描いたでしょうか。1週間、1ヶ月、皆さんどうですか。5時間、8時間、合計8時間ぐらいかな。ね、1日で描きました。ちなみに 1.5 時間90分で描いた作品、ぶっ通しで撮って、90分で描きました。っていう感じかもしれませんね。ぜひですね、こちらは透明水彩で描いたというバージョンもあります。そちらの方は実は一生懸命字幕をちゃんとつけた自動翻訳機、自動翻訳でへんてこりないつも字幕になってますが、それはですね、アルバイトの学生さんがですね、一生懸命つけてくれたんで、よかったら何度か視聴してあげていただけると助かります。そしてこちらの動画もですね、これ 1.5 時間で、1日で描けるという、どうやってるか、ぜひですね、これ、もしかして非公開にするかもしれませんので、よかったら一生懸命、視聴してください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これですね、コピーを転写してみようと思います。コピーをですね、これコンテの白をこのコピー紙の裏に今ティッシュで、すり込みました。それによってですね、今グレートーンのこの下地、ですね、これはシナベニアというベニヤをF35 ぐらいに、切っておきましたけども、硬い鉛筆で、裏には白いコンテで、形とかに自信がないなとかっていう人、写真を見ながら描くのであれば、多少もし、しっかりと、例えば肖像画なんか描くとか、そういった時はもしかしてこういう風なやり方を取られてもいいかもしれません。グレートーンの下地は、ジェッソ、白黒、同量ぐらいですかね、を塗ってこのようにほら、転写ができますよね。だから形を大きくこう狂わないというか、しっかりと取れますので、こういった形で。で、初めはですね、1日で描く油絵ということですので、初めアクリル絵の具で進めていこうかなというふうに思っております。ジェッソの黒白を出しておきました。まず輪郭線を描いていこうかなというふうに思います。多少ですね、モデルさんとちょっと違うように描いているんですね。どんな感じがいいですかみたいな感じで聞いて、学生さんがしてくれてますけども、4年生の学生さんですけどもね。こんな感じでとかっていうのをリクエスト。小木曽クリニックと呼ばれるやつですね。小木曽それやめときましょう。という感じで、ですね、なんかの CM に似たような感じにすると怒られそうなのでやめときます。という感じで、ちょっとこう、絵の中で整形をすると言いましょうか。そういったことまで多少はしたりもしますよ。だからその辺は皆様絵ですから自由ですので、ですね、これはもう動画にしてますからですね、写真もこう顔載せておりますけども。で、輪郭線をこういう風に、黒だけでまずなぞっていきました。もちろん茶色でもいいですし、白と茶色の、で、明るいところ、ドンと生の白を置いて、グレートーンでまず、マチエルをつけながら、黒白のグリザイユという表現で描いていきました。もちろんなんかこう色をつけていったりしてもいいんですけども、とりあえずわかりやすくお見せするために、このように白黒にしておきました。特に人間の肌を描くときとかっていうのは非常にグリザイユというのは効果を発揮します。なぜかというと、どちらかというとこの黒白みたいな、このグレートーンというのは、どちらか寒色に近いような色なんですね。青っぽいようなグレーで、その色が人の肌の暖色っぽい感じ、黄色みがかった赤みがかったような色と相まってうまいことこう深みを出してくれば、でちょっとこう明るいところはインパストといって生の白に近いのと、下の絵の具が乾かないうちにグググググと混ぜ合わせながら、絵の具の物質感みたいなのもつけながら、顔のマチエール、テクスチャーみたいなのをつけていっている作業をしているところでございます。このようにして、少し明るいところをグググググと厚く塗っていったりとかしながら描いていきます。で、グリザイユという技法はですね、本当に初心者の方とか自信がないとか、僕は人の肌の部分だけはグリザイユとかカマユという方法、本格版の油絵とかの動画も出しておりますので、そういうのもご覧ください。ただこれはもう90分、違いますね。厳密に言うと78分で書いてますので、そのぐらいでできるんやということで、ライブペイントなどでもこういうのをお見せする機会があればまたお見せできればなというふうに思っておりますけども、アクリル絵の具を乾かすインターバルがだいたい30分ぐらいは必要ですけども、このように
白黒で描いていって、目ん玉の中とかもしっかりとディテールを描いていく作業をしていっております。どうでしょうか、このような感じで、で明るいところとかも少しインパストみたいな感じで、肩口とかですね、そういったところにも絵の具をのせながら進めていっております。で、髪の毛の暗い色をもう少しどんどんと置きながらどんどん進めていっておるわけでございます。私もこれグリザ油という方法自体は始めたの多分30過ぎてからなんですよ。あんまりやったことはなかったんですが、なんとなく大学の授業でどうやったらこう1年生とかに油絵の具に慣れ親しませれるかなと思った時にデッサンを描いて大学に入ってくる学生さんが多かったので、白黒には描くの慣れているということで白黒でこう描いて、で極力頑張ってこう明るくしていってみてくださいね。あんまりこう暗くなりすぎないように。そしてこのグレートーンにしているのは、大量に、私は大量というほどでもないですけど10枚ぐらい同時にこうパネルを作っておいて、何か作画動画でこう皆様が困っていたら、じゃあ今度こういうのやろうかなとすぐに対応できるようにこういうグレートーンのパネル、シナベニアのパネルをいつも用意しております。で、マッチエルをつけながら。要は、油絵の具のこう、やっぱりこう、特性である透明、不透明、厚く塗れる、薄く塗れるみたいなのをうまく活用するためにも、このような方法をまず取っていっているわけでございます。で、何層もこう重ねてるの分かりますか？重ねながら、やっぱ乾くと少し暗くなってしまいますので、色塗った後にまた、あれして、ですね、厚く塗っていきながら人の肌の部分がだいぶ厚く塗ってきました。特に明るいところをしっかり厚く塗るという気持ちで皆様されてみてください。油絵の具にまだ慣れてないとか難しいという人はぜひこういう方法はおすすめです。ただアクリル絵の具っていうのはやはりですね、乾きが非常に早いのでグラデーションとかつけにくいので、あまりこう神経質になりすぎないようにしてくださいね。なかなか難しいところも多少もちろんあると思うんですね。だから、思い通りにいかない。やっぱ僕は油絵の具のが慣れているので、アクリル絵の具より私は油絵の具の乾きが遅いのを利用するということの方が慣れていますが、まず物質感を1日で描くということで、勝手に自分でお題を決めておりますので、ですね。で、大体こう濡れてきましてね、だいぶこれ顔も約15分、20分ぐらいかな。僕にしては長い方なんですけど、これドライヤーで一旦完全に乾かします。ここ完全に乾かしてくださいね。で、乾いた後に軽くカビヤスリで研磨しております。なぜかというと、例えば人のほっぺたの明るいところなんていうのは、ぐぐーっとこう髪の毛とのエッジがすごく強くなりすぎて、すみません。これちょっとパレット今掃除してますけども、今完成油だけでちょっと塗布していって、こうちょっと白っぽいの入って、いつもとまた違うやんけって感じかもしれませんけども、完成油ですね。これ僕は本当にこの完成油のみでまず滑らす、下を濡らしてあげるという油絵の具を使ってます。かぼちゃを描く動画を作ったんですが、それの引き続きこれ書いていますので、その時に使っていたパレットがこのような状態ということで、ございますので、そちらの動画もまたよかったらご覧ください。ハロウィンの時期に公開してます。ティッシュで拭き取っています。ちょっと白くもやがかったような状態になっているかと思いますが、指ですり込んでみて、マチエルの絵の具が中に入っていって、でちょっと赤みがからせてピュッ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 。だからもう透明色というのを僕は限定してやっているわけじゃないですが、初心者の方はもしかして初めの頃は透明色みたいな感じで、このグレーズという作業をしていってもいいのかもしれません。ちょっと人の肌みたいなのが少しこう全体が赤みがかったのが分かりますか？そしてボンと不透明の絵の具を塗っていって、この段階になってくるとやっぱりこうグリザ油の白黒の肌の色みたいなのが黒白のグレートーンっていうのだいぶ消えてしまいましたけどもね、それでもやっぱりこう白黒がうっすら見えてくるというところがポイントになってくるかなというふうに思っております。で、明るいところにインパストという仕事をしながら、左側からの光と反射光みたいな光も少し入れてあげて、おりますので、あと反射光みたいな光を入れながら描き進めていっております。まず人の肌の方からぐいぐい進めていってます。もうこれは本当に1回もカットせずに撮りましたので、100、何分ですか、78分で、だいたいこれぐらいまで行きましたということで、だからこう時間がない人とかですね、まずこれぐらいまで描いてみて、完全に乾いてからまた重層構造、絵の具の構造というのを作っていくということをされてみてもいいかもしれません。少しアップにすることも出てきますが、動画の編集上ですね、
どうですか。ちょっとずつ微妙な色を塗っているの分かりますか。ほっぺたの影のところ、今青っぽいようなですね、コバルトグリーンみたいな色を塗ってるんですが、最後は結局はピンク塗りました。どの色がいいかなと、絵の中でですね、操作しながらどの色がいいかなということをコロコロこう操作していくんですね。で、そういう操作するのが楽しいんですね。もうちょっとこうかなということを一直線に僕は向かうんじゃなくて、画面の中で多少のこう揺さぶりみたいなのがあります。揺れるというかですね、もうちょっとこうかなということを作業がやっぱ面白かったりするわけですね。そういうのがやっぱりなんかこう答えが決まっているわけじゃなくて、自分の中で、問い続けるわけですね。もうちょっとこうかなこうかなみたいな感じでですね、そういう作業というのは非常に面白かったりします。で、紅をちょっと引いてみました。紅を引くことによってだいぶ赤いビビッドな赤が入ってきましたね。カドミウムレッドとかですね、使っている色は白は上にあるのはチタニウムホワイトとシルバーホワイトをポピーオイルで混ぜたものとスタンドオイルで混ぜたものと、ピーチブラックとバントシェンナトランスと、あとなんだっけな、コバルトブルーと上からですね、コバルトグリーンとカドミウムイエローとカドミウムレッドとカドミウムグリーン、これは使わなかったかもしれないですね、今回はね。で、コバルトバイオレット、あとはですね、マゼンダみたいなスーパーマゼンダっていうのは最後の最後にちょろっと出します。だいたいこのぐらいの色で、だいたい描けるかなと私は。で、こう全体的に白っぽいもやがかかってますので、一回思い切って暗い色ぐんと置いてみたらどうなるかなということで、ぐっと今ほっぺたのエッジのところに置いてみました。これじゃちょっと輪郭が強すぎるので、後でぼかしたりもします。ぼかしたりするのはリンゴの角動画なんていうのを見ていただくと、すごいその辺が分かりやすく自分なりに作ったかなと思いますので、そういうのも参考にしてください。人物やからとかリンゴやからとかかぼちゃやからってあんま変わりませんよ。で、唇のとこ、こういうところは本当に集中力を持ってグググググどやということでちゃんとこうですね、決めてあげるような気持ち、紅を引いているような感じですね。紅を引いていくような感じ、私もいつもですね、紅を引いています。ジョークですよ。ジョークでございます。で、鼻のところとかもあまり黒くなりすぎんようにで、目ん玉の黒目のところもですね、この瞳孔ですかね、真ん中に黒いのがあって、その周りがちょっと明るくなっている虹彩って言いますか、であったりとかっていうのを少し描いておいて、で、上まぶたのところのまつげ的なものを描いてとか、目もですね、目だけの描いてる動画とか、口の描き方みたいな動画もありますのでね、いろんなものを参考にされてみてください。で、今回は1日で描くということなので、やっぱり、色の深みをどうやって出していこうかなということがテーマになってきているわけでございます。少しずつ髪の毛とかも書いて書き込みを進めていっているわけでございます。このぐらいかな、あのぐらいかなって、油絵の具というのは乾かないうちにもまたのせ、これ輪郭ぼかしている最中ですね。輪郭をぼかしていってる、頑張れっていう感じで輪郭をぼかしている作業をしているんですよ、こういうのね。で、少しこう回り込むような、これはもう技法としてあるのはスフマートという技法ですね。輪郭がぼけていく、レオナルド・ダ・ヴィンチが編み出した方法であるとか、そういった方法をやっぱりこうふんだんに使っていってるわけですね、結局ですね。よく古典技法なんていう言葉があるんですけど、僕あんまり古典技法って言葉好きじゃなくて、何をもって古典技法なのかわからないんですが、昔からある方法ではあるんで、古典っていうとなんかですね、今は使われなくなったみたいな、なんか印象があるじゃないですか。古典、高校の授業とかで古典とか言うたらなかなかこう、今は使われない言葉でですね、そういうのを読んだりすると思うんですけど、油絵の具はもうやっぱりこう伝統的に昔からある技法というのもやっぱ活用していって、逆にアクリル絵の具というのは1960年代かなんかにアメリカで実用化されたディティールを描いていってますね。で、そういったものも併用することもあっていいと思うんですね。で、これに関しては反対する意見もあると思うんです。油絵の下にアクリルなんか塗ったらあかんっていう先生もおられるかもしれませんけど、私自身が、個人的に浪人時代に描いた絵が実はこういう描き方をしている絵があるんですけども、それが25年間ひび割れとかも起こさず、すごく状態よく、保存状態もよく残っているので、
いいんじゃないかなと、25年は持つんじゃないかなということで、今回こういう風な形でやってみせているわけですね。25年は持つと、100年持つということは立証できていませんが、200年、300年はわかりませんが、私の実家の方にある浪人時代の絵がひび割れを起こさず状態よく残っていますので、こういう描き方、例えば美大とかの卒業制作見に行ったりすると、結構そういう併用している作品っていうのは多くなってきましたね。昔はそんなの少なかったような気がするんですけども、20年、30年前ぐらいですけども、今すごく多くなってきたような気がしますので、その辺はもうなんかこうですね、多分20年ぐらい持つんちゃうかというのがおじさんは立証できているのかなというふうに思います。ということで細かい描写をしながら、少しこう筆色分割法といって、タッチをいろいろ小刻みに刻みながら、下のこうね、寒色系がうっすら見えつつも、暖色系の赤い色、黄色い色みたいなのを点々と置きながら隙間洋服もザクッとだけ描いておきました。あまりこう神経質に描かない方がここかっこいいかなと思ったんで、ザクザクという感じで、ブルーグレーのなんかトレーナーみたいなの着てるのかな、よくわかりませんけども、そんな感じにしておきました。で反射光とかも書いて、少しずつ、書き込みをそれでここで反射光迷ってますね。どのぐらいがええかなということで、またこう、ちょっとピンクみがかった色にちょっと置いてみました。もっと攻めてええんちゃうかななんていう風な気持ちにこの一色置いた段階で思ったんで、この段階では下から紫、緑、カドミウムレッドの上がスーパーマゼンダという色が足されましたね。で、ああいったものも少しこう必要になってきたらまた色を足してあげるということをしてみてもいいかもしれません。こういうのはね、ちょっと点描みたいな感じでちょんね、どうですか？うるさいなっていう人はぜひミュートにしてくださいね。どうしてもね、必要な人もおられるかもしれませんのでですね、言葉を喋ってますがうるさいなっていう人は約20分ぐらいの動画ですからね、ミュートにしていただいたりとか、あと字幕が邪魔だっていう人は字幕自分らで消せますのでね、ぜひ自分で消してくださいね。やっぱりそれが必要だという人もいますので、AI の今のところ翻訳に頼ってますが、いつか僕はこの AI も3、4年、5年ぐらいしたら、ちゃんとした日本語に訳してくれるようになるんちゃうかということで勝手につけているんですけども、ぜひですね、その辺は皆様で、字幕が邪魔だっていう人は絶対設定でできます。できますんでですね、YouTube 字幕消し方で、やると、どこどこに、インターネットでですね、皆さん見れてるということはインターネットで、調べることができますので、ぜひ見てください。そしてこうディティールを書きながら、最終的には唇、紅とか髪の毛とかまで、書いていきながら、完成の方に向かっていきました。完成というか1日で、こういう下地の色、これはグリザー油という方法と油絵の具の半透明、透明、不透明みたいなのをうまく活かしつつ描いていって、最後はこのウェットオンウェットという方法ですね。乾かないうち、今髪の毛なんかヒューと、髪の毛は髪の毛で、髪の毛の描き方みたいな動画もう上げておりますので、ちょっと今腕が上からだから見えないという人はそういうのも参考にされてください。もう全部見せてますね。もう全部見せても大丈夫です。私は全然気にしません。皆様ね、ぜひですね、頑張っていつでもですね、私を追い抜いていってください。私はそれぐらいの才能しかないと思っているので、教えることであるとかですね、皆様にこう私が大学時代に先生方に教わったことをこういった形で教えることがお仕事かな。ちょっとなんとなくブルーをボンと入れてみました。なんとなくこれ気分です。なんとなく絵画っぽい感じにしようかなという感じで、絵の具のこの筆、洋服のヒッチも残しつつ、ここです。そしてなんかもうちょっと、なんかこう絵画にしたいなと、絵画というかですね。それでここのところに思い切ってこうピンク、このぐらいかな。ちょっと大胆な色ですよね。紫っぽい色をどんとこう置いてみました。反射光のとこもどんどんと置いていきますよ。で、こういうこうなんとなく自分の中で絵画にするという作業っていうのがやっぱりあって、叱るべきというかですね、面白いじゃないですか。実際はこんな風には見えないんだけども、みたいな作業というのが非常に面白く、それを作るということが、絵を作りながらやっていくことが非常に楽しいわけでございます。皆様もぜひですね、絵作りをしてみてください。そして、乾かないうちにでも描いていけます。で、マチエルとかをつけるのが難しかったらば、このようにですね、はじめに、テクスチャー、アクリル絵の具などを使用してみてもいいのかな。最後はこんな感じでヒッチが徐々になくなっていくぐらいな感じでと描いていき、完成に向かっていったというわけでございます。
いかがだったですか？この辺りとか本当はもうまた絵の具が完全に乾いてからまた書き込みをして乾いてから書き込みをしてみたいなことを本当はしたいんですがですね、今回は1日で書くということをお見せして、それでもこれぐらい書けるんだぞということでサインを入れまして、一応この仕事は終わりとしました。で1分間ダイジェストを少し、ザクッといきますよ。皆さん最後まで見てくださいね。まずコンテの白を使いまして転写しました形、自信ない方はこうやってね、アクリルの黒だけでビューッと輪郭を取ってきまして、アクリルの白とかジェストですね、黒白を混ぜながらグリ剤で描いていって、絵の具を頑張って厚くのせる。もうこれはカットしてませんのでですね、ずっとで黒白頑張って肌の色まだまだ明るくする、だいぶ明るく3回ぐらい塗りましたね。明るくして絵の具の物質感ついてきて、ドライヤー乾かしてから絵の具が今紙やす一瞬映りましたけどね。でちょっと白っぽい色ですけども、こう全体に塗ってからグレーズして目ん玉の明るいところを塗って、肌の色で描きながらどんどん少しずつ血色を良くしていきながら髪の毛のぐっと暗い色を着ながらということで、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。以上です。最後までよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。どうでしたかね。なかなか深みのある色で、やはり下地の色とかを活かしつつ描いていくと、やっぱり油絵の具の良さというのもしっかり出てくるんじゃないかなということが皆様に分かっていただけたかなというふうに思います。絵の具のやはりこう上達のポイントというのはですね、絵の具のやっぱりこう組成であるとか特徴とか特性とかを理解することなんですよ。でそれを理解することによって、じゃあアクリル絵の具は早く乾く、油絵の具は遅いけども透明感が出るとか、厚くも塗れるとか、アクリルも厚くが塗れるとか、そういったことの組成を理解するということは実は上達のポイントなんですよ。でそれを知らずになんとなくやっていたっていう人も多かったと思います。そしてプラスアルファやっぱり責任っていう言葉ですね。よく僕はこの、YouTube の中で、使っておりますが、責任ということを取るということをすると、やはり、ここは押すみたいな感じでやってしまうと案外作品として成り立つのが分かりませんか？いかがでしょうか？ぜひですね皆様こういった感じでチャレンジして、見られてはどうでしょうか？頑張ってみてください。コミュニティ欄の方に、作品と写真、載せておきますので、この学生さんが優しい学生、素晴らしい学生ですのでね、提供してくださいましたので皆さん勉強してみてください。ではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。